こんにちは。わびチャンネルナビゲーターの森前です。さて、今日は皆さんにこの8月にある大事な手入れをご紹介します。皆様ご記憶ありますでしょうか。6月の時点で黒松、赤松などにとても大切な単葉法、つまり黒松、赤松の芽切りですね、これをご紹介しました。皆さん、芽切りをすると単葉法ができていると思われるでしょうが、そうではありません。芽切りをした後、この暑い夏を必死に生き抜いて、そして小さな芽が大変吹き上げてきます。それをさらに整理整頓することで、秋冬の美しい黒松、赤松という葉姿になります。この庭にある盆栽の中にもたくさんの黒松、赤松があります。そろそろその木の芽かき作業をする時期になっています。とっても大切なこの芽かきの姿、これを今日はご紹介したいと思います。さて、手入れ小屋に置いてあるこの黒松2本、見覚えがありますでしょうか。6月の時点で黒松の盆栽に大切な芽切り作業を皆さんにご紹介した時の木です。芽をほとんど切り、古い葉の半分を取り、新しい芽が吹き上げるのを待つ2ヶ月。このように、こんなにいっぱい乗せるのっていうほど肥料を乗せて、木に力をつけて、水をたっぷりあげて芽吹きを待ちました。2本ともこのように、今はまだ手入れをしていない姿ですが、たくさんの細かい芽が出ています。かといってこの芽をこのままにしておくとぐちゃぐちゃになってしまいます。この芽を整理して、それが終わったら古い葉を取って、そして充実の秋を迎える。これが一連の芽切り、芽かき、葉透かしという作業の終了になります。今日はこの木をモデルに芽かきをしたいと思いますが、とても状態が良くて芽かきの数が少なく済む2本になりました。もう1本の木を用意して芽かきの作業をご紹介します。羽生の庭には前の動画でご説明した木を含めてこのような大きさの黒松が数十本あります。その中で一番芽かき作業を皆様にご説明しやすい木を選んでみました。たくさんの細かい芽が吹いています。ここからこの芽かき作業の細かい部分をご説明します。木の樹幹部分です。ご覧ください。各枝々、芽を止めた部分から旺盛に緑が開いています。小さな粒々だった緑が一つの場所から3つ、4つ、5つ、さらにはもっと数が増えています。細かくていいなと思いますが、このままではごちゃごちゃになります。これぐらいの時期の時に芽数を減らす作業が必要です。強すぎるもの、方向が一緒のもの、なるべく二股二股になるように取ります。強いところを取り、弱いところをさばきという作業が必要です。大きすぎるものを取り、細やかに広がるものを見せる。それが全体を整えていくことになります。一つのところにだいたい2目ぐらいあるのが正しくなります。ある程度2目残しに出来上がりましたら、ここでもうすでに古い葉を取ってしまっても良いと思います。黒松は痛いですから、ピンセットなどで抜くときれいに抜けます。このような形で芽数が交差しないで放射状に開くように透かして枝々を細かくする。本当でしたらここにあった強い芽がこんなになっています。それから切ったことで小さな芽が吹くと1年で2度も3度も枝が細やかに仕上がっていきます。これが黒松盆栽の手入れの面白いところです。このような芽かき、芽透かしに近いですが、そういう作業を、
丹念に丹念に細やかにやります。全部をそれをして、そして最後に古い葉や余分な葉を抜き取ります。そこで全体の力を揃えて秋へ向かう準備が終わり、同じ長さに揃った時の黒松の新葉の美しさは他には例えようがないほどの緑のたたえた美しさがあります。数を減らして二股二股にするやり方が基本ですが、このように枝の芽が少ない時にスッと伸びてくるものもあります。こういうものはやむを得ないですから、この葉の途中で折るように留めます。これによって他のものとの長さや力のバランスを整えます。特に樹幹部分はスーッと伸びるものが出てきます。だからこういうものを途中で止める、こういう作業も覚えておくと全体を揃えるのにとても便利です。芽切りの後、芽かきへ向かうまで、この埴生築堤も赤松黒松は日差しをやや避けた状態になります。芽を切った後、強い直射を受けて暑さが強いことで芽止まりというものを起こしてしまう場合があります。この芽切りをしてそこからの芽を増やす時、その時には朝晩のほかに日中もやや葉水をかけるという作業が必要になります。このように葉全体に水をかけることで、その芽元に水分が与えられます。まるで山の中で霧を受けたような状態で、やや半日陰の状態に水がかかると木は自分で芽を出そうと促してきます。これによって芽吹きの良さを促進することになります。これも芽切りの後の作業の重要な要素で、これが芽かきを充実したものにする一つの秘訣です。さて、今ここにご覧入れている姿が先ほどご紹介した芽切りから芽かき、葉すぐり、そして芽止め、これを行った最終の姿です。このように細やかな枝々の姿が見えて、細やかな葉っぱが旺盛な緑をたたえる秋を間もなく迎えます。黒松はこのような仕事を毎年やるという方もいますが、私は毎年はあまり賛成しません。やはり植え替えた年はそれができません。肥料を与え、根が充実してからこそ芽吹きが良くなります。そういう点でも計画性を持った培養の中で、特に展示会に飾る完成の写真を撮る年はその仕事が必要になります。ここからの仕上がりが楽しみな姿がようやく浮かんできた状態です。今回の芽切りの後の芽かきの作業ポイント、いかがだったでしょうか。わびチャンネルは皆さんに盆栽の文化、水石の文化をお伝えすると同時に、盆栽の手入れでとても大事なポイント的なことをその合間合間でもご紹介させていただきます。このような内容、ためになったよ、面白いね、もっと色載せてくれ、いろいろなお気持ちがいただければありがたいです。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。